アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの伝承です。ある時、バリーラ、奴隷の身分であった女性が彼女の元を訪れ、自らの解放のための代金、ムカータバ、分割払いの解放契約の支払いを助けてほしいと願い出ました。アイシャは彼女に言いました。もしあなたが望むなら、私があなたの主人側に代金を全額支払いましょう。ただし、あなたのワラー、解放後の忠誠権、相続権は私のものになります。しかし、バリーラの主人たちはこう言いました。もしあなたが残りの代金を支払いたいのであれば、そうしても構わない。だが、ワラーは我々のものになるという条件だ。スフヤーンの伝承によれば、彼女を解放してもよいが、ワラーは我々のものだ、という条件でした。アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれが来られた際、アイシャはそのことを彼に伝えました。すると預言者は仰いました。彼女を買い取って解放しなさい。実に、ワラーとは、解放した者に属するものなのだから。その後、アッターの死と、彼にアッターの平安と祝福あれはミンバル、説教壇に立ち、次のように仰いました。アッターの書、法にない条件を突きつける人々はどうしたことか。アッターの書にない条件を課す者は、たとえそれを100回繰り返したとしても、その条件は無効である。サヒーフ・アルブハーリー第456番。ハディースの解説。イスラーム法。シャリアは奴隷の解放を強く促しており、アッターのために一人の奴隷を自由にした者は、その報償として自身が地獄の火から救われるとしています。また、解放した者、元主人と解放された者の間に生じる、ワラー、忠誠権や相続に関する関係も厳格に規定しています。バリーラの解放と、ワラーの入り。このハディースでは、アイシャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの奴隷であったバリーラが、自由を得るための代金、ムカータバの支払いを助けてほしいと願い出た場面が描かれています。ムカータバとは、奴隷が一定の金額を主人に支払うことで自由の身となる契約のことです。アーイシャは資金援助を申し出ましたが、その条件としてバリーラのワラーが自分に属することを提示しました。ワラーとは、解放された者に血縁の相続人がいない場合、解放した主人がその遺産を相続し、互いに助け合うという、血縁に近い法的な絆のことです。不当な条件への預言者の対応。バリーラの元の主人たちは、代金を受け取りながらも、ワラーの権利は自分たちが持ち続ける、という条件を譲りませんでした。これを知った預言者、彼にアッターの平安と祝福あれは、アーイシャに、彼女を買い取って解放しなさい、と命じ、ワラーとは、代金を払ったものではなく、実際に解放した者に属するものだ、という法的原則を明示されました。説教を通じた教育と配慮。その後、預言者は説教団、ミンバルに立ち、アッターの法に基づかない条件を突きつける人々はどうしたことかと公に諭されました。配慮ある指導。預言者は特定の個人を指名して恥をかかせるのではなく、そのような人々、という一般化された表現を用いました。これにより、当事者は自らの過ちを悟り、周囲の人々も等しく学ぶことができました。徹底した否定、アッターの法。クルアーンやスンナンに反する条件は、たとえ、100回繰り返された、強調の表現としても、法的に全くの無効であることを宣言されました。このハディースから得られる教訓。指導者の高潔な振る舞い、過ちを犯した者を公衆の面前で晒し者にするのではなく、尊厳を保ちながら正しく導くことの重要性。即座の是正、誤った慣習や不当な条件が広まった際、指導者は速やかに説教などを通じて正しい法を周知させるべきである。悪行の断固たる否定、イスラームの法に反する行為や条件に対しては、毅然とした態度でその誤りを指摘しなければならない。モスクでの教育モスクは礼拝の場であるだけでなく、売買の規則など、日常生活、世俗的な事柄に関する正しい法を教え、議論する場所でもある。